同じテーブルで何時間も会話を楽しんでいた人が実は凶悪犯罪者だったら、2019年11月29日イギリス・ロンドン。その日の午後、ロンドン橋のたもとにあるフィッシュモンガーズホールには約150人の学生、法学者、刑務所職員などが集まっていました。開催されていたのはケンブリッジ大学が主催するラーニング・トゥギャザーというイベント。司法の世界を志す学生が実際に更生を果たした犯罪者と会話をするという更生に至るまでのケーススタディを含むものでした。よろしくお願いします。会場で同じテーブルについた元受刑者に対し笑顔で会釈した女性は、このイベントにボランティアで参加していたサスキア・ジョーンズさん。こちらこそ立派なヒゲを蓄えた28歳の元受刑者ウスマン・カーンも気さくな様子で彼女に答えます。この時ジョーンズさんはここから2時間後に目の前の男が発するその言葉を予想だにしていませんでした。俺は今からこのホールを爆破する。更生プログラムの最中に大量殺人を宣言した男。司法関係者が集うその場所で間違いが起こってしまった理由とは。本来防げたはずの凶行は市民を巻き込み最悪の状況になってしまうんです。おそす、日焼けしてるよ、ケンちゃんです。真夏のヴィーナス、ヤミヤミコです。ロコローションというわけでね、ヤミオさん、やっぱり真夏といえば何ですか？真夏といえば、はい、やっぱりあれじゃない？ガツンとみかんじゃない？そうなんです。ロコモコ丼なんです。ロコモコ丼。はい。全然違うじゃない。ロコモコ丼も適当です。ロコモコ丼といえばハワイでしょ。ハワイといえばアヒポキ丼です。アヒポキ丼？初めて聞いたな。マグロの醤油漬けとアボカドをカットした。それがポキ丼じゃない？アヒポキ丼。まあ、ポキ丼とも言う。アヒって何？アヒってあれじゃない？アボカドのことじゃない？ポキ丼って多分マグロだけですよ。あ、そうなの？わかんない。全部適当に話してる。はい、正確な情報今まで何一つもじゃない。本日ご紹介するのはロンドンで起こった無差別殺人事件なんです。犯罪者の更生プログラム中に発生し、善意あるボランティアの若者が犠牲になったという非常にいたたましい事件なんです。めちゃくちゃやるせなくなる事件ね。だって更生プログラムの最中に殺人事件起きちゃうってもう本末転倒な話じゃない。本当に安全は確保されてたのかどうかっていうところが疑問なんだけど。更生してねえじゃん。してないじゃない。まあそもそもこの犯人にとってこの更生プログラムっていうのが必要だったのかというのも含めて気になるんですけど、それよりも気になるのがこの犯人一体どんな人物だったんでしょうか。若きテロリスト。2019年11月25日イギリス・ロンドン。その日の午後2時、テムズ川に架かる観光名所ロンドン橋はいつもとは違う物々しい空気に包まれていました。みんな逃げろ。橋の周辺には悲鳴を上げ逃げ惑う民衆の姿が。橋の上を走っていた車の運転手も車を乗り捨て必死に難を逃れようとしていました。皆殺しにしてやる。橋の上でそうやって民衆を威嚇しているのは爆弾付きのベストをまとった一人の男。彼の名はウスマン・カーン。つい数分前までこの付近のフィッシュモンガーズホールで元受刑者向けのイベントに参加していた男でした。イベントには刑務所職員をはじめ司法関係者が150人出席。厳重に監視されているはずのイベントの最中に凶行に及んだこのカーンという男は一体何者なのでしょうか。事件から9年前の2010年、イギリスウェストミッドランズ州の都市ストーク・オン・トレントのある建物で9名の男たちが集まっていました。その中には当時19歳のウスマン・カーンの姿も。あの犬どもに一泡吹かせないといけないな。どこに仕掛ける？証券取引所が最高だが、人が集まる場所だったらパブでもいい。そうやってどこか物騒な会話を繰り広げていた男たち。そしてその言葉の端々には次のような単語が何度となく持ち出されていました。アルカイダ。アルカイダって言えばもう 9.11 とかさ、一時期めちゃくちゃ話題になった集団じゃない。最近なんかあんまり聞かないわね、その名前をね。世界の事件史の中でも、911ってもう本当にでかくてね、オサマ・ビンラディン、ウサマとも言うんですけど、首謀者がね、加わってた恐ろしい事件で、そのね、首謀しているグループがね、アルカイダなんですけど、今回はね、関係しているっていうよりは、影響しているっていうのに近いんですけども、そもそもね、このアルカイダっていう組織、聞いたことあるけど、詳しく知らない方も多いのかなというところで、本日のメトラキーワード、アルカイダについて。アルカイダは1988年ソ連のアフガニスタン侵攻をきっかけに結成された反欧米、反キリスト教などの主義を掲げる過激派組織。1998年のアメリカ大使館爆破事件、そして2001年のアメリカ同時多発テロ事件など数々のテロを実行しました。2001年、アメリカによるアフガニスタン侵攻で多数の幹部が死亡し、アルカイダの勢力は大きく弱体化しました。しかしその後、生き残ったメンバーが世界各地に分散。2013年にはアルジェリア人質事件、2015年にはパリで
で新聞社の襲撃事件を起こすなど根強く活動を続けているんです。彼らはネットを通じて密かに思想を広め続けており、その賛同者による新たな組織が生まれたりもしているんです。パキスタンの移民だったカーンは17歳の頃に高校を中退し、アルカイダの影響を受けたイスラム過激派組織アルムハジルーンに参加。ロンドン証券取引所、国会議事堂、アメリカ大使館などへのテロ計画のために9名のチームを結成し、たびたび集会を行っていました。さらにカーンらはテロだけではなく、組織のための軍事訓練施設の創設を計画。2010年には兵器の扱いを学ぶため母国のパキスタンへ帰国するなど、着々とその準備を進めていたんです。しかし結果から言って彼らの計画が実行に移されることはありませんでした。実はカーンら9名はすでに危険人物として警察にマークされており、集会の様子も全て盗聴されていたんです。こうして逮捕された9名のテロリストたち、その中でもカーンはより深刻な危険思想を持つメンバーとされ、2012年に最低8年以上の無期禁錮刑を言い渡されたんです。無期禁錮刑？無期っていう割にはカーンは最初の場面で元受刑者のイベントに参加してたわけでしょ。おかしくない？このことにはある司法制度が関係しているんです。2018年12月、それはカーンが刑務所に入ってから7年が経とうという頃のこと。いつも通り独房で過ごしていたカーンの元へ訪れた刑務官は、その扉の鍵を開けると晴れやかな表情でこう言いました。今日でようやく君も釈放だな。最低8年の無期禁錮刑を言い渡されたはずのカーンでしたが、彼は約7年の服役を終えたこの日、釈放されることになったんです。実はカーンの判決が下された翌年、イギリス控訴院は判決を破棄。これは当時20歳と若かったカーンの年齢を理由に、メンバーの中でもより深刻な危険思想を持っているという見解が誤っていたと認められた結果でした。こうしてカーンの刑は懲役16年に変更されることに。さらにそこからカーンの刑期は約7年まで短縮されることになるんですが、これは当時のイギリスに存在した早期釈放制度が適用されたためでした。カーンはこの制度を利用し、一定の条件を飲むことで通常の半分程度の刑期で釈放されることに。この時カーンに課された条件は、監視用 GPS タグの着用と、彼がテロを計画していたロンドンに近づかないこと、そして犯罪者の更生プログラムラーニングトゥギャザーに参加することでした。刑期を短縮した裁判所の言い分も分からなくはないんだけど、さすがに無期をね、無期禁錮刑っていうの7年っていうのはちょっと短くしすぎなんじゃない？大丈夫？この判断には当然ね、彼のね、反省の態度っていうのがあったからの判断でもあるんですけど、そもそもこの更生プログラムのね、内容っていうのがどうだったんだっていう議論がすごい出てるんです。カーンの葛藤。2019年2月、釈放の後、ウエストミッドランズ州の都市スタッフォードで暮らしていたカーンは、釈放の条件の一つでもある更生プログラムへ参加し始めたんです。いらっしゃいカーンさん、ようこそラーニングトゥギャザーへ。会場を訪れたカーンに優しく微笑みかけた受付の女性。その部屋の奥では、若い学生の男女やカーンと同じような中東系の人々が思い思いに談笑していました。カーンが受けることになったラーニングトゥギャザーは、政府がケンブリッジ大学と共同で行っている更生プログラム。元受刑者の個別事情をもとにカウンセリングを行い、社会復帰後の生活を心理的な面からサポートするものでした。元受刑者と学生によるグループワークも含まれており、参加者が一丸になって社会復帰を目指していける仕組みが設けられていたんです。カーン自身も一刻も早く社会復帰したいと考えており、このプログラムへの参加を前向きに考えていたんです。しかし実はカーンをこのラーニングトゥギャザーに参加させるという司法の判断はそもそも間違っていたのかもしれません。なんでよ、カーンは前向きに更生しようって考えてたわけでしょ。なんか問題ある？要はね、カーンにこの構成プログラムって必要だったんだっけ、合ってたんだっけっていうね、そういったところがね、論点になってるんですよ。それはカーンが刑務所に収監されたばかりの2012年のこと。カーンの担当弁護士バジャハト・シャリフは彼からこんな話を持ちかけられていました。先生、俺を助けてくれる人を連れてきてほしいんだ。助けてくれる人？この時点ではカーンの言わんとすることがよく分からずにいた弁護士シャリフ。するとカーンは続けて次のように話し始めます。正直、俺は今でも欧米人が憎くて仕方がない。組織で学んだこの思想を正してくれる人に合わせてほしいんだ。カーンの話を聞いた弁護士シャリフは彼の言い分をもっともだと考え、イスラムの過激派思想に詳しい専門家の支援を受けたいと政府に手紙を出すように進めるんです。しかしカーンが政府に訴えても彼の言い分は重要視されず、専門家による支援は服役中の7年間で実現されませんでした。そして迎えた釈放の日、弁護士シャリフは不安な思いを抱えたまま刑務所を後にするカーンを見送ったといいます。カーンが受ける更生プログラムにイスラムの過激派思想に詳しい専門家は参加していない。彼の思想が改められるとは思えないが、
そうよね。だって、うんカーンが参加してた構成プログラムってさ、うん学生とのグループによるワークショップっていうのがメインだったわけでしょ。そうなんです、うん本当に必要な構成プログラムっていうのがうやむやなまま進んじゃってたんで、そんな中でね、彼はついに過ちを犯してしまうんです。ロンドン橋の惨劇。構成プログラムラーニングトゥギャザーへ参加するようになったカーンは、学生とのグループワークでもしばしばこう打ち明けることがあったといいます。俺はアルカイダに感化されてテロを計画した罪で捕まった。正直今でも欧米人のことは嫌いだし、思想も変わっていない。しかしボランティアの学生たちはどんな事情があろうとも決してカーンを邪険に扱うことはありませんでした。あなたがどういう思想を持ってても関係ないわ、一緒に社会復帰を目指しましょう。学生たちに受け入れられたカーンはグループワーク中も積極的に発言。プログラム終了後に感想を聞いていても至って真面目に取り組んでいるように見えていました。真摯にプログラムに取り組むその姿勢から、カーンは構成プログラムの成功例と捉えられ、後にケンブリッジ大学への入学も検討されていたほど。しかしこの構成プログラムではやはりカーンが根本に抱いていた思想までは変えられなかったんです。2019年11月29日、ロンドン橋のたもとにあるフィッシュモンガーズホールには、刑務所職員や法学者、ケンブリッジ大学の学生ら150人が集結していた。その日開催されていたのは、ケンブリッジ大学主催の犯罪者構成プログラム、ラーニングトゥギャザーの5周年記念イベント。その一角で楽しそうに談笑しているのは、構成に至るまでの経緯を語るべく参加していたカーン。彼は早期釈放制度の条件でロンドンに近づくことを禁止されていたが、この日はイベントのため特別にロンドン入りを許可されていた。刑務所にいた頃も似たようなプログラムを受けていたよ。早く釈放してもらえたのも真面目に取り組んでいたおかげだと思う。カーンは学生たちとテーブルを囲み、そうやってたわいもない会話を2時間ほど続けていた。そして午後2時に差し掛かろうというその時、事態は一変する。先ほどまで穏やかに話をしていたはずが、急にその場に立ち上がったカーン。同席していた学生らは皆怯えた目で彼を見ていた。俺は神の名のもとに今からこのホールを爆破する。カーンはコートを脱ぎ捨てる。すると彼がコートの内側に着ていたベストには大量の爆弾がぶら下がっていた。バカな真似はやめなさい。プログラムの職員はとっさに声を上げるが、カーンはさらに興奮するだけだった。うるせえ、ぶっ殺すぞ。そう言うと隠し持っていたナイフを振り回し始めたカーン。会場には司法関係者も多数いたが、爆弾を所持する彼に迂闊に近づくわけにもいかない。そして会場の人々は皆瞬く間に逃げ出したが、同じテーブルにいたボランティアたちはそうはいかなかった。ナイフを持ったカーンに突進され、その場に崩れ落ちた女性。続けてカーンはもう一人同席していた男性のことも刺し殺してしまう。結局カーンはこのプログラムにおいて同席していたボランティアのサスキア・ジョーンズさん、ジャック・メリットさんの2人を殺害。その後3人の職員を負傷させた後、屈強な男性に反撃されそうになったため、ホールを飛び出しロンドン橋の方へ逃走を図るんです。いや爆弾持ってんでしょ。早く捕まえないと大変なことになっちゃうじゃないの。この後ね、ロンドン橋周辺は恐怖に包まれることになるんです。そして事件はどのような結末を迎えるんでしょうか。ロンドン橋の上にカーンが姿を現すと、居合わせた市民の多くが悲鳴を上げ逃げ惑いました。しかしその中でも勇気ある数名の男性が力を合わせ、必死の思いでカーンを取り押さえたんです。くそ、離せ、爆弾を爆発させるぞ。男性らに取り押さえられながらも何度となくそう言って怒鳴り声を上げていたカーン。すると、動くな、手を上げろ。しばらくして駆けつけた3人の警察官はカーンを抑えていた一般市民たちを逃すと、それぞれ彼に拳銃を向けます。ただもはや覚悟を決めていたカーンがここで降参するはずもなく、それ以上近づいたらこいつを爆発させるぞ。再びベストにぶら下げていた爆弾を警察に見せつけたカーン。その時でした。橋の周辺一帯に鳴り響いた銃声と血を流しその場に倒れるカーン。警察官の放った銃弾は確かに彼の胸を貫き、その命を奪いました。そしてカーンが亡くなって間もなく、彼の遺体を調べた警察官によって衝撃の事実が判明します。彼が何度も見せつけていたベストの爆弾は全て脅しのための偽物だったんです。偽物ってじゃあカーンは全くのハったりで爆弾を見せつけてたってことなのこれ。大勢参加者がいる中でね、単独犯っていうね、そういう状況でこういう手口を使わないとね、うまくいかないってこともね、分かってたんでしょうね。犯罪者の構成プログラムの最中に発生したこのテロ事件はイギリス全土に衝撃を与え、大きな議論を巻き起こすことに。7年という短すぎる刑期に表面的なカウンセリングしか行わないプログラムの内容、また構成がうまくいっていると考えられていたカーンには当日保護観察官の付き添いもありませんでした。結局どの要素をとっても司法が彼の内面にきちんと向き合っていなかったことが今回の事件の原因とも言えるのではないでしょうか。さらにカーンの弁護士シャリフは、彼は一度構成できたものの釈放後にグループのメンバーと
生したことで再度危険思想に染まった可能性もあると言及。実はカーンと同時に逮捕された仲間の一人モヒブル・ラフマンも2016年に別のテロ計画へ参加し再逮捕されているんです。カーンがそうだったようにテロリストの犯行動機は根本的な思想によるものがほとんどのため、そもそも一筋縄で構成できるものではないのかもしれません。ネットを介し凶悪犯罪者の思想が広範囲に広まりつつある現代、突然危険人物が街に飛び出してくる現実は僕ら日本人にとっても決して他人事ではないのかもしれません。